序章、戦火のフランスに現れた声。15世紀初頭、フランス王国は長きにわたる戦火に沈んでいたイングランド軍とブルゴーニュ派が各地を蹂躙し、王太子シャルルは王都を追われ、国は分断され、人々は未来を失っていた。歴史家がフランスの最暗黒期と呼ぶ時代、そのただ中で、後に奇跡と語り継がれる少女が静かに歩みを始める一章、鉄と泥のフランス、100年戦争という時代。15世紀初頭のフランス王国は名ばかりの国家だった。100年戦争と総称される英仏王家の継承争いはすでに1世代以上にわたり国土を焼き尽くし、村々は荒廃し、農民は税の名目で容赦なく絞られ、街道には無種の傭兵団があふれていた。人々は今が滅亡の時代なのだと半ば諦めるように語り合っていた。フランスにとって最も深刻だったのは外敵だけではない。王家内部の分裂、いわゆるアルマニャック派とブルゴーニュ派の対立は国の心臓部であるパリさえ英軍に明け渡すほど国家の統合力を失わせていた。王太子シャルル、後のシャルル7世は正当な継承者でありながらパリに入ることすら許されず、内乱と敗戦のただ中に取り残された同盟王太子に過ぎなかった。この絶望的状況の象徴が1420年のトロワ条約である。フランス王ピーザボーが敵国イングランドの王に王位継承権を譲り渡したことで、フランスの未来は事実上英王家の手に委ねられた。シャルル王太子は正当性なき存在とさえ噂され、宮廷の多くでその権威は失墜していた。だが荒れ果てた国土の片隅では別の現実が存在した。重税を恐れながらも畑を耕し続ける農民、家畜を奪われながらも村を再建する人々、そして戦乱の中でも教会の鐘を鳴らし続ける司祭たち、無名の人々の生活は国家が崩壊しかけている現実と裏腹に静かな生の営みを続けていた。その一つがロレーヌ地方の小さな村ドンデミである。肥沃とは言えない土地だが、人々は祈りを捧げながらつつましく生き、戦争の風は村をかすめつつも決定的に飲み込むことはなかった。村の少女ジャンヌは羊を追い、教会で祈り、家族とパンを分け合うごく普通の農民の娘として育った。国家の危機も国王の正当性も村人にとっては遠い世界の出来事だった。しかしこの平凡な風景こそが後にフランスを救うとされる少女の原点である。国家が瓦解し王が追われ、誰も未来を信じなくなった時代に無名の村と無名の少女が歴史の前面へ押し出されるとは誰も想像していなかった。100年戦争の惨禍は国を壊しただけでなく、同時に新たな救いを求める空白を生み出していた。その空白は後に神の声を聞いた少女によって埋められる。第2章、神の声と決意の炎。ジャンヌ・ダルクが声を聞いたと語り始めたのはまだ13歳の頃であった。ドンデミ村の片隅で羊を追っていた少女はある昼下がり、教会の鐘が遠くで鳴ると同時に不思議な光に包まれたような感覚を覚えたという。その瞬間、彼女の前に現れたのは聖人ミカエル、そして聖カトリーヌ、聖マルグリット、後に彼女の証言として記される声の主たちである。彼らはジャンヌに言った。フランスを救いなさい。当時のジャンヌにとってその言葉の意味はあまりに大きすぎた。村の少女が国を救うなど想像の外にあった。しかし声は繰り返された。日を追うごとにその確信は強まり、少女の内面にはこれは神のお心であるという揺るがぬ信念が育ち始めた。とはいえジャンヌはすぐに行動に移したわけではない。彼女は疑った、恐れた。自分が見ているのは幻ではないか、思い上がりではないかと。だが英仏100年戦争は泥沼化し、祖国フランスはまさに崩壊の瀬戸際にあった。村にまで戦火は迫り、難民が流れ込み、家を失った人々の悲惨な姿を目にするたび、少女の胸には新たな決意が宿った。自分にしかできないことがある。やがてジャンヌは声の導きに従って行動を起こす。最初に向かったのは地元領主ロベール・ド・ボードリクールの元だった。彼に会い王太子シャルルの元へ案内してほしいと訴える。しかし兵士たちは少女を嘲笑し取り合おうとしなかった。女の身で戦争に口出しなどと冷たく笑われ、無双化のざれ言と決めつけられた。それでもジャンヌは引き下がらない。何度も足を運び涙ながらに訴え祈り続けた。周囲は次第に彼女の熱意に心を動かされ、
奇妙な説得力を覚えるようになる。村人の間では神に選ばれた少女という噂が広がり、兵士たちでさえ彼女を無視できなくなっていった。何より状況がジャンヌを後押しした。フランス軍は連敗に連敗を重ね、王太子ですらどこか諦めの色を見せていた。もはや神の奇跡でも起こらねばフランスは滅びる。そんな空気が国中を覆っていたのだ。そしてついにジャンヌの声は現実の行動へと道を開く。ボードリクールは彼女が語る未来の予兆に奇妙な一致を感じ、ついに王太子のもとへ向かう許可を出すのである。少女は馬にまたがり故郷ドンレミを後にした。第3章、決断の行軍。シノンへの道。ジャンヌ・ダルクがドンレミを立ち、シャルル王太子のいるシノン城へ向かう旅路は当時の人々にとって理解を超えた出来事であった。彼女は農民の娘に過ぎず、わずか17歳の少女であったが、その背には神の命を確信した強い意志があった。とはいえ、旅は決して英雄譚のように華やかなものではない。むしろ危険に満ち、いつ命を落としてもおかしくない童貞であった。当時のフランスは英軍とブルゴーニュ派が支配地域を広げ、内乱と戦乱が複雑に絡み合っていた。ジャンヌの一行は敵勢力の紹介が潜む森を避け、夜陰に乗じて村と村の間を移動した。寒風が吹きすさぶ中、彼女は疲れた馬を励ましつつ祈りの言葉を口ずさんでいたと伝えられる。同行した兵士たちは最初こそ少女を半信半疑で眺めていたが、幾度も危険を切り抜けるうちに次第に彼女の胆力に敬意を抱くようになった。ある夜、敵の偵察隊が近づき、一行が森の奥へ身を潜める場面があった。緊張に震える兵士の一人はもう終わりだとつぶやいた。だがジャンヌは静かに言った。神は私たちを見捨てません。その声には不思議な落ち着きがあり、兵士たちはわずかに希望を取り戻した。やがて敵の足音は遠ざかり、一行は再び道を急いだ。兵士たちはこの出来事を後にジャンヌが闇を払った夜と呼んだという。旅は11日間に及んだ。ある町では兵士たちがジャンヌを霊唱し、別の町では彼女を見て十字を切って祈る者も。民衆は混迷を極める国の行く末を案じ、奇跡を求めていたのだ。ジャンヌの姿は彼らにとって一縷の希望であり、暗闇の中に灯る小さな光のように映った。ついに一行は王太子シャルルが滞在するシノン城へ到着する。だがジャンヌに立ちはだかったのは歓迎ではなく疑念であった。奇跡を語る少女は偽預言者や狂信者として処罰されてもおかしくない存在だったからだ。王太子の周囲には重臣や主教、政治家たちが並び、フランスの命運を背負う場に無名の少女が立ち入ることは異例中の異例であった。だがジャンヌはひるまなかった。兵士たちの先導で広間に入ると、彼女はひざまずき王太子に向かってこう告げたという。神はあなたを真の王と定められました。私はそのお心を果たすために来ました。周囲はざわめいた。王太子は表情を変えぬまま彼女を見つめたが、その場にいた者の証言によれば、ジャンヌの言葉には説明のつかぬ重みがあったという。彼女の声は震えておらず、虚勢でもなかった。少女は己の意志ではなく神の使命を語っている。その気迫が広間に満ちていた。こうしてジャンヌは王太子の諮問と審問へと進むことになる。フランスの運命を変える少女と王太子の対面は後世に語り継がれる歴史的瞬間であった。第4章、剣と祈り。オルレアン解放戦。オルレアンの町を包囲する英軍の陣営を前にして、ジャンヌ・ダルクはようやく戦場という現実と向き合うことになった。兵士たちは半信半疑だった。兵器を掲げる鎧の少女が戦局を変えるなど、誰も本気では信じていなかった。だが王太子シャルルの承認を得て、ジャンヌはフランス軍の先頭に立つ役目を正式に与えられたのである。軍がオルレアンへ進軍する途中、ジャンヌは戦場の惨状を目の当たりにする。焼け落ちた村々、飢えた民衆、家族を失い泣き崩れる者たち、それらは彼女の覚悟をさらに固めた。これは神の戦いである。私の戦いではない。ジャンヌはそう言って兵士たちを励まし続けた。祈りの言葉は単なる宗教的なものではなく、絶望に沈みかけた軍の士気をゆっくりと引き上げていった。オルレアンに到着したジャンヌはすぐさま市民と兵士たちの注目を集めた。少女の出現は
奇跡として受け止められ、町には長く失われていた希望という明かりが灯った。しかし、軍の司令官たちの多くは、なお疑念を捨てきれないでいた。戦略を決める軍議でも、ジャンヌの意見は軽視され、経験豊富な将校たちが主導権を握っていた。それでも、ジャンヌは退かなかった。神は、ただの戦略ではなく、勇気ある行動を求めておられます。彼女の言葉には、確信が宿り、やがて、その熱に押されるように、将校たちは、少女の方針を受け入れていく。最初の攻撃は、イギリス軍が築いた、砦サンルーへの突撃だった。フランス軍の動きは鈍く、長年の敗北癖が、兵士たちの足を重くしていた。矢の雨が降り注ぎ、全身が止まりかけたその瞬間、ジャンヌは正旗を掲げて陣の最前線へ駆け出した。恐れるな。主はフランスと共にある。その声は戦場の喧騒の中でもはっきりと響き、兵士たちの心を揺さぶった。彼女の突撃に呼応するように、軍は勢いを取り戻し、ついに砦は陥落した。しかし、戦いはそこで終わらない。イギリス軍は次々と反撃を仕掛け、フランス軍は苦戦を強いられる。ジャンヌ自身も戦闘中に負傷した。肩に矢が刺さったまま、彼女は倒れ、兵士たちに担がれて後退した。だが、ジャンヌは傷を負った直後であっても、戦線復帰を求める。神は私をここで倒れるために使わされたのではない。血を拭いながら、再び旗を掲げる姿に、兵士たちは言葉を失った。その姿は、奇跡そのものだった。そして迎えた決定的な戦い、トゥーレル砦の攻防、オルレアン包囲網の要となる。この砦を落とさねば、解放はありえなかった。苛烈な矢と火矢の攻撃が続き、兵士たちが後退しかけたその時、ジャンヌは再び前へ叫んだ。退いてはならない。勝利は目の前にある。彼女の声とともに兵士たちは最後の突撃を敢行し、砦はついにフランス軍の手に落ちた。その瞬間、長く続いた包囲は崩壊し、オルレアンは解放された。市民は涙を流し、兵士たちは歓声を上げ、フランス全土に希望のニュースが駆け巡った。ジャンヌ・ダルクの名は、この日を境に、奇跡の少女から国家の救済者へと変わっていく。だが、彼女の試練はまだ始まったばかりだった。第5章、王の体感、フランスへの道、オルレアンの解放がもたらした衝撃は、フランス王国全土に電流のように広がった。これまで劣勢に追い込まれていたアルマニャック派は一転し、少女こそ神の使者であると噂は瞬く間に広まる。だが、戦局の実態はまだ不安定で、シャルル7世の王位は依然として脆かった。ジャンヌはもはや小さな戦場の勝利ではなく、国の命運を決定づける象徴的な行動を求めていた。それがランスでの体感である。王としての正当性は、ランス大聖堂での声優による叙任によってのみ、確固たるものとなる。だが、その道中には、ブルゴーニュ派が支配する都市が並び、敵地のど真ん中を突破するという無謀な計画だった。王の側近たちは慎重論を唱え、今は時期尚早と引き止めたが、ジャンヌは迷わなかった。神のお心ならば道は開けます。どうかランスへ進軍を。その言葉には不思議な説得力があった。戦場で見せた彼女の不可思議な勇気と結果が王侯貴族たちの心を揺らしていた。ついにシャルル7世は決断する。ジャンヌの導きに従い、体感の道を進むことを。こうして一行はランスへ向けて進軍した。各地の都市は戦意の高まりとジャンヌの名声によって意外なほど抵抗を見せなかった。城門は次々と開き、かつて敵とみなされた住民が王を迎えよと手を差し伸べる。その様子を見た騎士たちは、もはや少女をただの象徴として見ることができなかった。ジャンヌは馬上で静かに祈りを捧げていた。彼女自身もこの異様ともいえる支持の広がりに胸を熱くしていた。だが同時に自分が背負っているものの重さを誰よりも理解していた。ついに軍勢はランスの城門に到着する。守備隊は抵抗せず、都市は歓喜に満ちて迎え入れた。街道は花で飾られ、鐘が鳴り響き、人々はシャルル王万歳と叫んだ。ジャンヌはその中央で旗を掲げながら王を導くように進んだ。そして1429年7月17日、シャルル7世はランス大聖堂で正式に戴冠された。
ジャンヌは王の隣で涙をこらえながら旗を握りしめていた。王の頭上に王冠が置かれた瞬間、彼女は大声で叫んだ。王よ、これでフランスは真に救われました。その姿に参列者は胸を揺さぶられた。少女は自らの名誉や報奨を求めなかった。ただ使命の成就を見届けるためにそこにいたのだ。しかしこの体感の大成功こそが後にジャンヌを追い詰める政治的重荷となることを彼女はまだ知らなかった。第6章、反転する運命。パリ遠征と政治の影。ランスでの体感はフランス中に大きな希望をもたらした。しかしその希望が必ずしも王国の安定を意味したわけではなかった。むしろシャルル7世の周囲ではジャンヌの存在があまりに大きくなりすぎたことへの警戒心がひそやかに芽生えていた。貴族たちの多くはただの農村の少女が王の隣に立ち人々の喝采を浴びる状況に複雑な思いを抱いていたのである。一方でジャンヌ自身の胸には新たな使命感が生まれていた。次はパリを取り戻すべきです。100年戦争においてパリの奪還は象徴的かつ戦略的な意味を持つ。パリを支配するブルゴーニュ派を放置すれば王国の正当性は常に揺らぎ続ける。彼女は体感の祝賀に浸るよりも先に次の戦いへと心を向けていた。しかしここで王の側近たちとの溝があらわになる。体感に成功した今、彼らは講和を模索し始めていたのだ。ジャンヌのような急進的な行動は政治的均衡を乱しかねない。パリ遠征は危険すぎる。今は王国の安定が最優先だ。そうした声が宮廷で強まっていった。それでもジャンヌは引かなかった。神の声が示す道は明確で、彼女の目には躊躇こそが国を滅ぼす元凶に映っていた。多くの将兵もジャンヌに共鳴し、軍の士気は依然として高かった。結局シャルル7世は半ば妥協する形でパリ遠征を許可する。しかしその決断には力強さが欠け、後に大きな悲劇を生むことになる。1429年8月、軍はパリへ向けて進軍を開始した。道中多くの町が抵抗なく門を開き、ジャンヌの名は解放者としてさらに輝きを増した。しかしパリの城門は固く閉ざされたままだった。ブルゴーニュ派はパリを失うまいと徹底抗戦を構え、同時にフランス宮廷内の慎重派も動きを鈍らせていた。決戦の日、ジャンヌは戦闘で城壁に迫り、矢が雨のように降り注ぐ中、兵を励まし続けた。だが援軍は遅れ、城門破壊用の装備も十分ではなかった。やがて彼女は太ももに重傷を負い、指揮を執ることが困難となる。それでも戦場にとどまろうとしたが、将兵たちは彼女を無理やり退かせた。翌日、驚くべき命令が下された。パリ攻撃は中止とする。シャルル7世は彼女を置き去りにするかのように軍を撤退させたのだ。ジャンヌは悔し涙を流しながら天を仰いだ。どうして神のお心を前になぜ退くのですか。この撤退を境に運命の歯車は大きく逆回転を始める。英雄として称えられた少女はやがて政治の思惑に押しつぶされ、孤立へと追い込まれていくのである。第7章、裏切りの影。賭博と転落の予兆。先の敗北は彼女の周囲を取り巻く空気を一変させる。神に選ばれた少女の神話が揺らぎ、彼女に敵意を抱く者たちはこれを口実に勢いを増した。それでもジャンヌは戦場から身を引かなかった。彼女にとって使命はまだ終わっていなかったからだ。翌年、彼女は自ら兵を率いて北部へ向かい、コンピエーニュ防衛戦に参加した。しかしそこで運命は残酷な形で彼女を捕らえる。1430年5月23日、コンピエーニュの城門が閉じられる中、撤退が遅れたジャンヌはブルゴーニュ兵に取り囲まれ、ついに捕獲された。ジャンヌが捕まった。その知らせはフランス中を駆け巡ったが、王宮に広がったのは必ずしも同国や怒りだけではなかった。シャルル7世は彼女を救出するための大規模な行動を取らず、宮廷の多くは沈黙したまま彼女の運命を見守った。ジャンヌは捕らえられた後、莫大な身代金と引き換えに映画へ引き渡される。この決定の裏にはブルゴーニュ派とイングランドの政治的思惑が絡み合い、少女はその渦中に巻き込まれたのだ。牢獄へ移送される最中、ジャンヌは馬上で静かに祈りを捧げていた。神よ、私を導きたまえ。顔を上げたその目には恐れよりも強い意志の光が宿っていた。
しかしこの時すでに彼女の処遇は裁きの名を借りた政治闘争の舞台へ吸い込まれようとしていた。第8章裁きの炎。ルーヤンの独房から家系へ。ルーヤンに連行されたジャンヌ・ダルクは正義ではなく政治のために作られた法廷の前に立たされた。そこに王も味方もいなかった。彼女を守るべきシャルル7世はすでに体感をもたらした少女を政治的に扱いきれなくなり距離を取っていた。ブルゴーニュ派は彼女を英軍へ売り渡し、英軍は彼女を神に選ばれた象徴としてではなくフランス最高の象徴を破壊すべき敵とみなしていた。厳寒の独房でジャンヌは鎖につながれながら何度も尋問を受けた。裁判官たちは彼女の宗教的信念を試すのではなく彼女を異端と断じる証言を引き出すことに執心していた。兵士よりも多くの聖職者が彼女を囲み、時にあざけり、時に脅し、時に懐柔しようとした。その声は本当に神のものなのか、幻ではないのか。断層は罪だと知っているのか。王を助けたというがそれは虚妄ではないのか。彼らの質問は真実を求めるものではなかった。すでに結論は決まっている。ジャンヌを異端としイングランド支配への脅威を取り除く、それが裁判の本当の目的だった。だが少女は思いのほか強かった。疲労と恐怖に押しつぶされそうになりながらも彼女は静かに答えた。私の声は神からのものです。私はその導きに従っただけ。断層は身の安全のため、神は私を責めません。私は王を救うために使わされたのです。彼女の証言は一貫して揺るがなかった。裁判官たちが何度も罠を張り宗教論争に誘導しようとしてもジャンヌは本能的に危険を察し自分の言葉を守り続けた。しかし孤立は次第に彼女を蝕んでいく。牢内での侮辱、脅し、そして王や同志からの沈黙。ある日体力も精神も限界に達したジャンヌは追い詰められた末に宗教医の変更や声の需要に関する文書に署名してしまう。彼女は泣いていた。これが信念を裏切る行為だと知っていたからだ。だがそれでも英軍は彼女を離さなかった。皮肉にも署名を取り消すように仕向けられ再び断層に戻ったことでついに彼女は悪魔にそそのかされた再犯の異端として処刑が言い渡される。そして1431年5月30日処刑台へ向かうジャンヌの足取りは静かだった。恐怖はあった。その顔には奇妙な安らぎもあったという。彼女は最後まで祈り続けた。炎が衣を包む直前彼女は叫んだ。イエスよ、イエスよ。人々はその叫びに胸を打たれ兵士の中には涙を流した者さえいた。少女の体が灰となるまで炎が燃え尽きた時ただ一つ残ったのは彼女の揺るがぬ信念の痕跡だけだった。彼女の死はフランスに深い傷と同時に新たな火種を残した。終章。炎の中で残されたもの。ジャンヌ・ダルクがこの世を去った瞬間ルーワンの広場を満たしたのは沈黙だった。彼女を異端として裁いた司祭たちでさえ炎の中で祈りを捧げ続けた少女の姿に顔を背け兵士たちは槍を握る手を震わせていた。群衆は誰もがその光景を直視できず泣き崩れる者、胸に十字を切る者、呆然と立ち尽くす者。そこにあったのは勝利の歓喜ではなく取り返しのつかない過ちを目撃してしまった人々の深い悔恨だった。炎が収まった後ジャンヌの灰はセーヌ川へ流された。英仏双方の指導者は彼女の存在が聖女になることを恐れ痕跡を残さぬようにと命じたのだ。しかし歴史とは皮肉なものである。彼女の体を消し去ろうとした行為こそがジャンヌの物語をより強靭なものに変えた。灰となった少女は国中の語り継ぎの中でより大きくより鮮明な存在になっていった。やがてシャルル7世はフランスを統一しその正当性を確固たるものにした。王は晩年ジャンヌを救えなかったことを後悔していたと言われている。真偽は定かでないが彼が1456年ジャンヌの死から25年後に行われた名誉回復裁判を指示したことは事実だ。この再審でジャンヌは正式に無罪とされ無垢なる殉教者と宣言された。少女の名誉は死してなお政治のただ中で争われたのである。それでもジャンヌが残した最も大きなものは政治的効果でも軍事的成果でもない。彼女が人生を通じて示したのは弱き者の一言が
世界を動かす瞬間が確かに存在するという事実だった。村の少女が恋に導かれ、自らの信念だけを武器に世界の中心へと踏み出した。その勇気はどれほど時代が移り変わろうとも人の心に響き続ける。ジャンヌの最後の言葉はイエスよ、イエスであったと記録されている。だが彼女が本当に残したのはその言葉だけではない。使命を恐れぬ心、不正に沈黙しない意志、誰よりも純粋な希望。その3つは炎を越えて人々の中に残った。フランスの歴史家ミシュレは言う。ジャンヌは国の魂そのものとなったと。これは大げさな比喩ではない。ジャンヌがいなければシャルル7世の戴冠は実現せず、フランスという国家の形も変わっていたかもしれない。だがそれ以上に大切なのは彼女が見せた人間の可能性そのものだ。ジャンヌ・ダルクは神に選ばれたのでも奇跡によって突き動かされたのでもない。自らがそう信じたから立ち上がったのだ。その信念が軍を動かし、都市を解放し、王を戴冠へと導き、炎の中ですら揺らぐことはなかった。そしてだからこそ彼女の物語は終わらない。ジャンヌが遠い空へ帰った後も世界中で語り継がれ続け、人々が困難に立ち向かうたび彼女の名は再びよみがえる。その炎は今も誰かの胸の内で灯り続けている。チャンネル登録、高評価お願いします。